中西でございます。本日は私どもの報告会にお集まりくださいまして、どうもありがとうございました。事故から8年で、農学生命科学研究科ではずっと取り組みをしてきております。で、15回目となりましたが、分かったところをご報告させていただきたいと思います。ここに映っておりますのはすべて農学部の場所でございますが、いろんな分野の先生がおられるということをまず頭にちょっと入れていただければと思います。農学部はずっとですね、取り組みの特徴について最初お話ししようと思っております。もう事故から8年間ずっとこの農学生命科学研究、農学部及び農学生命科学研究科の先生方がずっと取り組んできていただいてまして、それで最初はですね、4、50人の先生方が皆さんボランティアベースでしてくださったんですね。そんなすごいところはないと、失礼いたしました。で、最初に取り組みの特徴を申し上げますと、震災直後からずっと私どもは活動してまいりまして、それで、それもですね、現場調査なんです。現場に行って、机の上でとかラボではなくて、現場に随分ほとんどの方が行かれたと。で、農業現場、山とか川とか動物とか、そういうふうに調べてまいりました。地元と密着しているということで、その震災前からですけども、福島県の農業総合センターとも深い関係にございまして、あと農家の方、NPO の方、それからみそですね、話されておりますが、NPO との関係もございました。以前申し上げましたように、ボランティアがベースで、大きなそのお金をもらってからするというのではなくて、各人ができる範囲で自分の専門を生かしながら、息長くやっていく。それからあと、放射線測定の装置と人材が備わってたと。ラボがあったので、放射線を扱うラボっていうのは今、だんだん減ってきておりますけども、農学部にはあって、人材もいたと。それから、成果の発信をしてきたと。それから、あと、教育へ、分かったことをですね、これからの、教訓にしなければいけないものですから、ということもありまして、教育へ、農学教育へ反映してきたということです。この放射線測定の装置人が備わってきたということで、放射線測定には非常に多くの方が関わってきたんですけども、どれくらいの数のサンプルを測ってきたか、これちょっと見にくくてすみません。一番左がこれ年ですけども、毎月ごと12本あるんですが、この年は。12本ありますが、こう見づらいので上に大きくしたんですけども、例えば土壌です。土をどんなふうにいくつぐらい測ってきたか。縦軸がサンプル数です。それくらい測ってきたと。それからあと、野菜とか果物、農産物についても随分測ってきております。意味はもちろん測って随分、いつでも、この藤色といいますか、ピンクですけども、随分測ってきておりまして、それからですね、最近になりまして、キノコとか樹木が結構増えてきてますね。これなぜ凸凹があるかっていうと、放射能が低いもの、アクティビティが、放射線がちょっとしか出ないものっていうのは、長い時間測らないといけないので、長い時間測ったり、ほんのちょっとの時間で済むものとか、いろいろございまして、それで凸凹があるわけでございます。ずっと測ったのは、例えば17年度のそうだと、19年の3月、今年3月前ですが、これくらい、毎月ざっと見て200ぐらいは測ってきているということでございます。で、今まで14回、報告会をしてまいりましたけども、どんなことをしてきたかということで、最初はですね、測れたもので、こんなに放射能が高いよというようなものもございました。とか、あと実際の現場はどうだというのを、時に触れてお話してきたんですけども、例えば農業を、農業って言います、環境を相手にしますと、例えば四季がありますから、一つデータが取れても次の年はどうだろうと考えると、極端なことを言いますと、年に一つしかデータは出ないわけです。そうしますと、数年経って、やっと一つ発表できるかなというのは出たりするものですけども、分野によって随分違いますので、その時々でまとまったもの、女性の試みも、3回目からこの黒いのは何回目かということですが、あと、お米の全キロ検査等を発表してまいりました。で、毎回ですね、必ず外部といいますか、私ども、農学部でしてきた
ものと、全体俯瞰する上で、外部の方にご講演をお願いしております。で、実は10回目はですね、特別だったので、いつも午後からですが、午前中に、本学の人文科学系の先生にお願いしまして、2つ、お願いします。で、お一人は、足湯を、東北地方でしてきまして、で、1万何千人の方にですね、足湯を提供しながら、実際に被災された方がどういうふうに考えているかということも、研究されてきたので、有名な方、そういう方たちのお話も伺いつつ、あとは農学部の、農学部から転出した先生もおられますけども、共同研究者ということで、お話を伺ってきました。それから、12回、13回、14回はですね、少しまとまってきましたので、土壌に焦点を当てて、それから作物に焦点を当てて、森林に焦点を当ててということをしてまいりました。で、最近ですね、非常にその食べ物はもう、農作物は基準値以下の放射能しかございません。それで、森林が今、非常に除染しきれないということで、着目を浴びてますけども、これから先はですね、やっぱり本当に長期のデータとなってまいりますので、少し今までの何が分かったっていうのと違って、もう少し長い目で見るような研究に少しずつ種類が変わってきていると思います。で、本日は農業と山林、それから教育の話になろうかと思いますが、少し大きくしますと、農業のお話ですね。最初に今までどういうことが分かってきたかという、日本原子力研究開発機構の方、それから、あと農業関係水田とか、農業関係土壌の方、それから森林の方。で、この方はですね、マーティンさんっておっしゃるの、オーブライアンさんは、キノコのことをされてきましたので、森林という。それから、あと、教育と。本日は、毎回数人しか話せないんですけども、この方たちにお話を伺うことになる予定でございます。それで、今回が初めての方という方もおられるかと思いまして、3枚だけ用意しました。これ以外に3枚だけ今までどういうことが分かったかというハイライトといいますか、少しまとめたものがございます。で、私ども最初はもういろんなところでですね、もう土も山も果樹もですね、動物も、いろんなことを専門にされている方がおられます。実は農学部、農学生命科学研究科の脳を取り外す。取ってしまうと、総合大学のようにですね、工学、農学工学ですね、工学系もありますし、科学、生物、それから獣医、医学もあって、それから水産、から、いろんな、部局を抱えて、それぞれの専門家がおられるので、いろんなデータがございます。それから、除染のこととか、消費者マインド、農業経済もございますので、こともやってまいりました。何が特徴かって言いますと、放射性レーゼントが降ってきたわけですけど、セシウムを抽出したものですが、今、測れるもの。で、スポット状に降ってきて、地面、表面にくっつきます。ですから、自己時に空気中にさらされたものはくっついて、時間とともにほとんど動かないと。それで、生き物は、代謝するので、30年の半減期と言われておりますけど、セシウム137は、生き物は100日以下、数十日で外に、大体出て、半分出てまいります。それで、ものすごく私は最初胸を打ったんですけども、野外でいろんなことをされている方、この方は、石田先生は鳥を捕まえて、尾っぽの羽ですけども、非常に点々点というのは放射性物質があると、黒い、点となって見える、特別なプレートがございまして、その上に羽を置いてきてですね、非常に鳥が汚れてるんですね。この近くを、事故にあったところ、近くを飛び回って、いつも飛び回ってる。特に彼は飛び回ってる鳥なんですけど、で、これは洗っても全然落ちないんですよ。ただ、次の年に同じ場所で捕まえた鳥は綺麗だったんで、生え変わったんだと少し安心したんです。それから私どもは牧場を持っておりまして、真鍋先生がですね、事故の年、1ヶ月後ですけれども、この1年間の半分がですね、この上ですけど、放牧して外で自由に飼ってたヤギと、それから、部屋といいますか、建物の中で、
飼ってたものとずっとヤギのいろんな臓器中のですね、放射性各種、セシウムですけども、調べてみます。34と37を測られて、どうかというと、外で買ったものが一番糞が多いんですね。縦軸は放射性同元素の量でございます。それで、中で飼ってるものはそれなりに、その糞の量は、糞の特定値の量はそれほど高くなかったんですけど、体の中に随分入ってるなと。で、ただ次の年はですね、もう激減していくんですね。で、その次の年もどんどん減っていくので、1年ぐらい経ちますと、これ1年半ですけども、どんどん海外に入ったものが減っていくなということが、分かってきたところでございます。で、何としても私たちお米に興味が、お米にも興味がございます。それで、これは田野井先生が言ったんですけれども、お米をですね、玄米を私たちが最後、精米して食べた時にどれくらい放射能が残るんだろうかっていうようなことも、少し実験しました。何分の1かに減りまして、あと、ご飯を炊くときには水を加えてまた膨らませるというか、蒸しますので、その時にはもっと濃度的には下がっていた。で、大豆と、火をつけてましたけど、お米の中、玄米の中ではどんな風にあるか。それからこれはですね、牧場の牛を使ってですね、わざとその放射性物質で汚染されたその干し草をヘイベイにしていただいて、牛に食べさせたところ、ミルクからですね、すぐに記事が出てくるんですが、これ横軸ちょっと重ねてすみません。2週間で大体一定値になって、で、その後ですね、放射性物質を含まないフィールドに変えたらどんどんなくなっていく。それから、これは小林先生がされたんですけど、今日司会をされてますが、水耕栽培と土耕栽培。土があれば、土が、土もしっかり備えてください。で、水耕栽培って土がない場合は、そうでない場合は、土がきちっと抑えてくれた。土の力っていうのはすごいものだなと思いました。それから、あともう一つ、丹下先生と、ちょっと英語ですいません、直してもらいました。あと、松森先生からですね、演習林がございますので、そこで22メートルの松とか杉とか切りまして、下から順に切っていって、輪切りにしていきまして、で、どんな風に放射性物質が木の中に入ってきているか。右側が、輪切りにした小口材の写真でございまして、左側放射性物質がどんな風に散らばっているか。黒いところほど、237が多いわけですけど、もちろん外側が、放射性物質が降ってきたわけですから、外側が高いんですが、中にも入ってきていると。で、樹木は高いところほど、やはり近いわけですから、いっぱい汚染されて中に入ってきているなということがわかります。これもいろんなデータを出されています。土は、なんといっても塩沢先生がですね、これパイプをいろんなところに埋めてきてくださって、今も実験されてますが、このパイプの中にカウンターを入れてきたんですね。カウンターはどういうものかって窓がありまして、ここの窓からだけ入ってくる放射線を測ることができます。これを順にずらしていきますと、土の中でどんなふうに放射性セシウムが分布しているかをずっとされてきまして、で、もう何年間も埋めたところで、どれくらい土の中にセシウムがあるかを調べられて、再生してきますが、今もほとんど地面の表面にあるんですね。で、どれくらいの速度で下がってるんだろうということで、ずっと計測されますと、平均して年間1、2ミリしか下がっていかない。で、それは私どもチェルノブイリの後のどうなったかというのも調べさせていただいたんですけど、向こうのデータとほぼ同じなんですね。ですから、グローバルフォールアウトって1960年代に各国が核実験をオープンでしてたときに、やはり日本の上空から随分降っていたんですけどね、その時の放射性各種は、セシウムですけど、完全に30年ですから、まだ測れるんですよ。それが、ですから、土の中にどんな風に分布しているかなというのは分かれば、どれくらい、最初は表面ですから、どれくらい、もう4、50年経って、どれくらい、5、60年経って、どれくらい下がっていったかって分かるんですけど、それが大体年間2ミリ、1ミリ、2ミリで、非常に遅いですよね。そういう速度で下がっていくなんて。それから、小暮先生がですね、とは言っても、しっかりセシウムを捕まえてる
鉱物があるに違いないというので、いろいろ分別されて、で風化温度にたどり着かれて、で非常に小さいんですけども、この横軸が30ミクロンですが、どこにこの雲も非常に小さいその粘土鉱物というか、土を構成するものの成分のものすごく小さいものですね。それをこういろいろ切ってみると、で放射性物質がどれくらい入ってるかというのを見ると、実は最初これを切ってもほぼ同じで、その一つをまた4つに切っても、この先生もっといろんなことされてますけども、その4つを切ってもまだ同じでですね、どうも一応に入ってると、よくその、ものによって違うかもしれないんですけど、風化雲母っていうのはたくさんセシウムを吸着してて、で、その中にどうも一様に入ってるらしいということが実験で分かっていたところでございます。で、これはですね、NHK ブックスから土壌汚染ということで、2013年ですけども、出させていただきました。それから、実は英語でも出そうということで3冊出しました。で、一つはですね、2013年版で、スプリンガーっていう雑誌で、誰でもタダでダウンロードできます。というか、図がたくさんあってですね、カラーですので、ぜひ見ていただきたいんですけど、中西日でも誰でも、キーワードを入れて、スプリンガーと、あと、福島と入れていただくとですね、一冊目は、初めにして、今日もしてくださってらっしゃる、当時の農学部長研究活動された長澤先生が書かれてくださいまして、あと稲とか動物とか魚とか土とかいろいろ書いてる。先ほどの鳥の話もあります。それが実にですね、もうダウンロード回数、誰でもダウンロードがタダでできます。で、14万回を超えまして、なんか10万回超えるものがあんまりないそうなので、スプリンガーのは非常に喜んで、出版会社は喜んだものでございますが、2冊目は、その3年後、2016年にまた出しまして、これもですね、その後の、先ほど申し上げましたように、非常にその農学的データっていうのはフィールドでも時間がかかるものでございます。で、それをですね、1章からずっと19章まで、動物の話、真鍋先生がですね、お酒の家畜の後、その糞がたくさん、汚染されてると分かったので、循環型が対比になるかとか、そういうことを十分にしてくださって、それから稲の話、それから消費者行動も見てくださって、農業経済の細野先生って、この先生はかくして事故でお亡くなりになったんですけど、非常に精力的に消費者の行動を見てくださって、早3年経つと消費者はもう少し忘れかけてるとかいう検証もならされてですね、非常にいろいろ書いてくださったんです。いろんな先生がおられて、それでこれももう8万回を超えましてダウンロード数。で、非常に皆さん方、世界で随分ダウンロードされております。3冊目がですね、今年の3月に出版いたしました。これもですね、ただでダウンロードできます。でだんだんその、森林の方に随分、キノコの、小滝の話とかですね、キノコの話、森林が随分増えてまいりました。それから、あと、海洋、海の話、漁業関連者の話ですね。新しく漁業を復活させるとか、後で今日お話になりますよう溝口先生の親とのある方とか、あと、峰先生はずっと大豆とか、稲とか、農作物をやってくださってますね。それから、もちろん、田上先生も稲をされたりとか、いろんなものを全部集めたものでございます。これも早2万回をダウンロード数超えております。で、私でも本当にいろんなですね、分野の先生がおられて、私、個人的には単に取りまとめているだけでございますが、いろんなことが分かってきたと。それから、これも先ほどの堤先生の前の農学部長で研究活動の丹下先生が最初書いてくださいまして、歴代のその農学部長、堤先生がこれで1、2、3人、4人ですか。一つ前は古谷先生ですが、ずっと農学部から、部長からね、ご指示いただきまして、何とか続けてくることができました。で、やはり、すぐなくなるっていうわけでもないですし、放射性の精神は30年の半減期ですから、これからも継続的に調査研究、それから教育活動を続けていこうと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。